皆さんこんにちは。今回は、100円ショップセリアさんの、羊ちゃんナチュラルの極太タイプの毛糸を使って耳当て付きのニット帽を編みたいと思います。こちらが作品になります。耳当てがついてこのように紐もつけました。すごくかわいい作品だと思います。図回りは45センチで、深さはここからここまで、中心から、この下までが 15.5 センチぐらいになります。だいたい生後6ヶ月から1歳半ぐらいまで対象となります。この耳当てがつかなければ、こちらの、薄茶色の極太の糸が2玉で出来上がります。つけてもいいし、つけなくてもかわいい帽子だと思います。では編み方をご紹介していきます。こちらウール 100% で1玉 25g、 使用かぎ針は7号から8号になっていますが、6号針、3.5 ミリの6号針を使用したいと思います。で、編み方は以前紹介した、簡単シンプルニット帽の、編み方を使って、本体を編んでいきたいと思います。そしたらこのように編めました。次に耳を編んでいきます。耳も輪の作り目から同じ6号針で編んでいくんですけど、最初1段目は6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6目で糸を引っ張って動いた方から、絞って12345 6、ここが最初の目なので糸を引き抜いて2段目は1目の中に2回ずつ細編みを編み入れます。立ち上がり鎖1目編んで、最初の目に細編み1つ、もう1回同じ目に2つ。この時にこの糸端も一緒に入れてもいいですし、これそのまま耳の中に入れちゃうので、始末しなくてもいいと思います。1、2、3、次の目2目入れて、今全部で4目、5、6、7、8、9、10、これ最後の目です。11、12目。そしたら最初の目に糸を引き抜いて、これで2段目が終わります。そしたら3段目は1目おきに
増し目をします。立ち上がり1目編んで、最初の目は細編み、普通に細編みを1目編んで、次の目は細編みを2回編み入れます。次の目は1回で、また次の目は2回同じ目に針を入れて細編み、これで繰り返し編んでいくと、3段目は18目になります。そしたら4段目は増し目なく、4段目と5段目は増し目なく、1目の中に細編みを1目ずつ編み入れていきます。これで1、2、3段目が終わりました。18目、次の2段はそのまま細編みで編んでいきます。はい、1、2、3、4、5段編んできたらですね、これが最後の目なので、糸をそのまま、ここ、本体の帽子の部分に縫い付ける部分、を残して糸をカットします。そしたらとじ針で最後、最初のこの1目目のところにこのように、鎖になるようにしてから、はい、この、糸端でそのまま閉じていくので、このようにしておきます。これ中に入れちゃって、最初の糸端、編み始めの糸端を中に入れちゃって、このように、本体に閉じていくので、でもう一つ、同じものをこのように作りました。次は、口の部分を編んでいきます。口先の部分はこの羊ちゃんナチュラルの、中細の糸を、2本取りにして編もうと思います。ちょっと使いかけのものなんですけど、これを2本このように引き揃えて6号針で編みたいと思います。途中まで先ほどの耳と同じ編み方で3段まで輪の作り目から1段目は6目細編みで編んで、2段目は1目の中に2回細編みを編み入れて12目で編んで、3段目は1目おきに増し目をする形で18目編みました。このように3段 1,2,3 段編んできました。そしたら4段目もまた1目おきに増し目をしていきます。立ち上がり鎖1目編んで、今度は最初の目を増し目、1目の中に2回細編みを編み入れて、次の目はそのまま1目細編み、次の目は増し目、2回細編みを編み入れていきます。
次の目は普通に細編み。これを繰り返し編んでいって、4段目に27目になります。そして、次の5段6段は、増し目なく細編みで27目編んでいくので、これで4段目27目編みました。5段目はそのまま1目の中に1目細編みを編んでいきます。そしたら6段目の最後に来ました。27目編んで、最初の目に糸を引き抜いて、そのまま糸端を引き出して、これはとじ分ぐらいを残して糸をカットして糸を引き出します。はい、そしたら編み始めのこの糸端も中に入れちゃって、閉じればいいのでそのままにしておきます。はい、これで、花のところが完成しました。そしたら、鼻先をこの羊ちゃんナチュラルのこの中細の、焦げ茶色の糸で編みます。これは1本取りで、中細の1本取りで編むので、かぎ針2号針で編みます。で、同じように輪の作り目から、最初6目細編みを1段目編んで、2段目は、1目の中に2回ずつ細編みを編み入れて、12目編んできました。2段だけしか編んでいません。これをこの、鼻先につけます。この、白い方の、最後のところは、真下に来るようにして、それで、これを、つけたいと思います。とじ針でうまくつけていただきたいと思います。つけ方は並縫いでもまつり縫いでもいいと思います。花の位置もお好きにつけてください。私はこんな感じで、この、2段目、これの2段目のここの鎖の部分のちょっと見えづらいんですけど、外側の鎖の半目を、拾って縫い付けていきます。こんな感じで。つけたら、
対側に糸を出す感じで、ここでカット、します。ここの口の部分刺繍してもいいと思いますし、そのままでもいいです。どうしようかな。刺繍しちゃいますかね。刺繍するんだったらそのまま、こういう感じで、感じで感じでいいですかね。ちょっと戻って、ここのところからこんじでいいかな。とうまくいびつかな、いびつになってますけど、こんな感じでいいですかね。ちょっとかな、こんな感じでいいかな。こんな感じで縫い付けました。そしたらここの後ろの表に響かないように、編み地に縫い付けて、糸端をカットして、これで口ができました。はい、こちらもちょっと使った糸ですけど、羊ちゃんナチュラルの焦げ茶の中細タイプの糸です。焦げ茶色です。輪の作り目から細編みを一回絞って6目編みます。1、2、3、4、5、6目編んだら糸を絞って、はい、1、2、3、4、5、ここが最初の目になるので、糸をここに引き抜いて、これで1段、できました。2段目は、4目だけ編みます。1目の中に2回細編みを編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、最初の目に2回細編みを編んで、次の目も細編みを2回同じ目に編んで、これで4目編みました。そしたらもうこれで終わりで、閉じる分だけ残して糸をカットして、はい、これでできました。ちょっと、中心の糸端こんなちょっと長くなっちゃったんですけど、最初の糸端は裏の編み地にそのまま縫い付けて、カットします。そしたら
目のところにちょっと、白目を刺繍します。はい、こんな感じで刺繍します。同じように V の形で刺繍します。感じかな。感じで長くなっちゃった。はい、同じ感じかな。ちょっと違いますけど、いいかな。はい、そしたら、表に響かないように編み地に縫い付けて糸端をカットします。長いからカットしといて、よいしょ。裏側に縫い付けたらカットします。はい、はい、これで両目できました。そしたら本体の、耳当てをこちらを作っていきます。片方もう作ったんですけど、この、極太タイプ2玉使ってしまったので、同じ中細のこの同じ色、羊ちゃんナチュラルの中細を2本取りにして、こちらの耳当ては作りました。かぎ針は6号で編みました。中から、糸端を出して外の糸端を、使ってこの2本で引き揃えて、編んだんですけど、ここが、立ち上がりの線になるので、これを真ん中にするようにして、それで、ここの、ここが立ち上がりの線で、ここを折ったところから、12345目6目ずつ12目12345目12345目、この12目、ここの、12目を拾って耳当てをつけていきます。すいません、耳当ての、編んでるとこの動画が、なかったので、なくなってしまったので、ちょっと急遽、撮り直している部分なんですけど、外側から内側を見て、
細編みが123段編んだんですけど、3段目のここの横に渡ってるこの目を拾って細編みをこのように一回鎖で立ち上がって同じ目に針を入れて細編みを編んで、このまた隣のこの目を拾ってこのように細編みを編んでいきます。これで12目、往復で10段編んでいきます。こんな感じでこういう感じで編んで12目10段編んでいきます。そうするとこういう感じになります。はい、10段編みました。今裏側を見ている感じですね。そしたらまた立ち上がりを鎖1目編んで裏返しして今表を見てる形なんですけど、そしたら最初の目と次の目を引き出して2目一度の細編みを編みます。これで、端の目が1目減りました。そしたら、減らし目なくまた、細編みを1目ずつ編んで最後の2目をまた、2目一度の細編みを編んでここですね。これで両端が1目ずつ減って10目になりました。そしたらまた立ち上がり鎖1目編んでひっくり返してまた端の目を1目減らします。2目一度の細編みを編んでまた普通に細編みを編んでってで最後の2目になったのでここで2目一度の細編みでまた1目減らしました。で次が最後の段になります。立ち上がり鎖1目編んで表に返してまた隅を2目一度の細編みを編んで次からは4目か4目はそのまま細編みで編んで最後この2目一度で終わります。これで、13段かな。12345678910111213編んできて最後は246目で終わる形になります。そしたら、始末する分だけ糸を引き出してカットしてとじ針で糸を始末します。これはもう適当にこの裏側に糸を縫い付けて
カットすればいいです。こんな感じでカットします。はい。でこの最初の巻き込んで編んだ糸端もカットして、これで、耳当てができました。そしたらここの、隅を縁編みでこのように編みます。この糸は羊ちゃんナチュラルの中細の、こちらの糸を1本取りで編みました。中細の1本取りなので、かぎ針は2号針で編んでいきます。こちら表ですね。表のこの際の最初の立ち上がりのところの目ですね。この目をここから引き出して鎖を編んで絞って立ち上がりの鎖を編んで、ここでこの糸端も一緒に巻き込みながら細編みを編みます。そしたらこちらのちょっと適当なんですけど、細編みをまた隣に編んだら鎖を3目編みます。そしたらまたこのすぐ隣のところにじゃなくて同じ目の方のがいいかな。この、細編みを編んだところの目にまた細編みを編みます。はい。そしたらこの、2段目のところの段の境目のところに細編みを編んで、また隣のこの段の境目のところに細編みを編んで、そしたら、鎖3目編んで、今この細編みを編んだところにまた同じように細編みを編みます。そしたらまたこの段の境目のところに針を入れて細編み、またこの段の境目のところに針を入れて細編みで編んで、で鎖を3目編んで、今細編みを編んだところにまた針を入れて細編み、こんな感じで繰り返し編んでいきます。1、2、3目、同じ目のところに細編み、こういう感じですね。はい。これで、細編みというかこの縁編みを51目細編みで、この、鎖の模様のところに細編みを2回編んでるの、1、2、3っていう感じで数えていって51目で終わるように
編んでいきます。123456789101112って感じで編んでいきます。これは入れなくてもいいかな。隣ごま123でごま123ここのところは目のところに入れていけばいいですね。こんな感じで編み終えました。そしたら糸を引き出して自分だけ残してカットしました。で、裏側に編みつければいいです。はい、こんな感じで糸をカットします。はい、出来上がりました。アイロンかけると、落ち着くのでこんな感じです。そしたらこの紐を、編みます。これも、2号針で、この中細タイプの1本取りで編みます。これは、鎖をまず20に鎖を編むんですけど、糸を絞ってから、鎖を50目編んでいきます。だいたい25センチぐらい、50目で25センチぐらいになるようにゆったりと、鎖で編んでください。はい、50目編みました。そしたら、このひっくり返すと裏山がポコポコポコってあるんですけど、最初の裏山のところから、目を引き出します。で次からこういう感じで裏山に針を入れて引き出す感じで、このように鎖をまた、戻る感じで編んでいきます。こういう感じで、鎖を二重に編み方になります。これで最後までいってください。はい、最後まで編んだら糸をとじ分だけ残してカットします。はい、こんな感じで編めました。
そしたら、そのままこの裏側の真ん中のところにこの糸端、最初と最後の糸端を利用して閉じつけます。だいたいこの薄茶で編んだこの耳当てのところの縁とのこの間のところに縫い付けていきます。はい、で反対側もこんな感じでつけて、これで出来上がりました。クマの顔の部分を縫い付けて完成になります。最初にこの、耳当て同士を合わせたこの真ん中のところに、この、口の部分が来るようにこんな感じで縫い付けます。ちょっと丸くなってるのでここのところ、少しだけ綿を入れたいと思います。この位置は、際でもいいですし、ちょっと上のところ、この細編みの上の長編みのところからでもいいと思います。この鎖になってるところのこの下の半目を拾って縫っていこうと思います。こんな感じではい、このように口がついたら今度は耳をつけたいと思います。耳はこの耳当てのところにこの真ん中らへんにこのように高さはお好きなところでいいと思うんですけど、つける位置はここのところに沿ったところにつけたいと思います。はい、このように耳がつきました。そしたら最後に目をつけて完成になります。これもお好みの位置でいいと思います。はい、このように出来上がりました。サイズは生後半年から1歳児ぐらいまでの、サイズなんですけど、かぎ針の号数を7号針に変えればもう少し大きな、キッズの帽子もできると思います。是非お編みください。
ありがとうございました。